朗読、お富の低奏、芥川龍之介作。明治元年5月14日の昼過ぎだった。官軍は明日夜の明け次第、東叡山将棋隊を攻撃する。上野界隈の長家の者は、そうそうどこへでも立ち退いてしまえ。そういう達しのあった昼過ぎだった。下谷町2丁目の小間物店、小賀屋正兵衛の立ち覗いた後には台所の隅のアワビ貝の前に大きいオスの三毛猫が一匹静かに香箱を作っていた。戸を閉め切った家の中はもちろん昼過ぎでも真っ暗だった。一音も全然聞こえなかった。ただ耳に入るものは連日の雨の音ばかりだった。雨は見えない屋根の上へ時々急に降り注いではいつかまた中空へ遠のいていった。猫はその音の高まるたびに琥珀色の目をまん丸にした。かまどさえわからない台所にもこの時だけは不気味な輪光が見えた。が、ざーっという雨音以外に何も変化のないことを知ると、猫はやはり身動きもせず、もう一度目を糸のようにした。そんなことが何度か繰り返されるうちに、猫はとうとう眠ったのか、目を開けることもしなくなった。しかし雨は相変わらず急になったり静まったりした。8つ半。時はこの雨音の中にだんだん日の暮れへ移っていった。すると7つに迫った時、猫は何かに驚いたように突然目を大きくした。同時に耳も立てたらしかった。が、雨は今までよりもはるかに小ぶりになっていた。往来を馳せすぎるかごかきの声、その他には何も聞こえなかった。しかし数秒の沈黙の後、真っ暗だった台所はいつの間にかぼんやり明るみ始めた。狭い板の間を塞いだかまど、蓋のない水亀の水光、後陣の松、引き窓の網、そんなものも順々に見えるようになった。猫はいよいよ不安そうに戸を開いた水口を睨みながら、のそりと大きい体を起こした。この時、この水口の戸を開いたのは、いや、戸を開いたばかりではない。腰障子もしまいには開けたのは、濡れネズミになった小敷であった。彼は古い手ぬぐいをかぶった首だけ前へ伸ばしたなり、しばらくは静かな家の気配にじっと耳を澄ませていた。が、一音のないのを見定めると、これだけは真新しい酒むしろに鮮やかな濡れ色を見せたまま、そっと台所へ上がってきた。猫は耳をひらめながら、二足三足後ずさりをした。しかし小敷は驚きもせず、後ろ手に障子を閉めてから、おもむろに顔の手ぬぐいを取った。顔はひげにうずまった上、紅薬も2、3箇所貼ってあった。しかし、赤にはまみれていても、目鼻立ちはむしろ尋常だった。みけ。小敷は髪の水を切ったり、顔の雫を拭ったりしながら、小声に猫の名前を呼んだ。猫はその声に聞き覚えがあるのか、ひらめていた耳を元に戻した。が、まだそこに佇んだなり、時々はじろじろ彼の顔へ疑い深い目を注いでいた。その間に酒むしろを脱いだ小敷はすねの色も見えない泥足のまま猫の前へどっかりあぐらをかいた。みけこどうした？誰もいないところを見ると貴様だけ置き去りを食わされたか。小敷は一人笑いながら大きい手に猫の頭を撫でた。
猫はちょいと逃げ腰になった。が、それぎり飛びのきもせず、帰ってそこへ座ったなり、だんだん目さえ細め出した。小じきは猫を撫でやめると、今度は古浴衣の懐から油光りのする短銃を出した。そうしておぼつかない薄明かりの中に引き金の具合を調べ出した。戦の空気の漂った人気のない家の台所に短銃をいじっている一人の小じき。それは確かに小説じみた物珍しい光景に違いなかった。しかし、薄めになった猫はやはり背中を丸くしたまま、一切の秘密を知っているように冷然と座っているばかりだった。明日になるとな、三毛公。この界隈へも雨のように鉄砲の弾が降ってくるぞ。そいつに当たると死んじまうから。明日はどんな騒ぎがあっても、一日縁の下に隠れていろよ。小じきは短銃を調べながら時々猫に話しかけた。お前とも長いおなじみだな。が、今日はお別れだぞ。明日はお前にも大役日だ。俺も明日は死ぬかもしれない。よし、また死なずに済んだところが、この先二度とお前と一緒に吐きだめあさりはしないつもりだ。そうすればお前は大喜びだろう。そのうちに雨はまた一切り騒がしい音を立て始めた。雲も胸河原を煙らせるほど近々と屋根に押し迫ったのであろう。台所に漂った薄明かりは前よりも一層かすかになった。が、小じきは顔も上げず、やっと調べ終わった短銃へ丹念に弾薬を装填していた。それとも名残だけは惜しんでくれるか。いや、猫というやつは3年の恩も忘れるというから、お前も当てにはならなさそうだな。が、まあそんなことはどうでもいいや。ただ、俺もいないとすると、小じきは急に口をつぐんだ。途端に誰か水口の外へ歩み寄ったらしい気配がした。短銃をしまうのと振り返るのと、小じきにはそれが同時だった。いや、その他に水口の障子ががらりと開けられたのも同時だった。小じきはとっさに、身構えながら、まともに侵入者と目を合わせた。すると障子を開けた誰かは小じきの姿を見るが早いか、かえって不意を打たれたように、あ、とかすかな叫び声を漏らした。それは素肌紙に大黒傘を下げた、まだ年の若い女だった。彼女はほとんど衝撃的に、元来た雨の中へ飛び出そうとした。が、最初の驚きからやっと勇気を回復すると、台所の薄明かりに透かしながら、じっと小じきの顔を覗き込んだ。小じきはあっけに取られたのか、古浴衣の片膝を立てたまま、まじまじ相手を見守っていた。もうその目にも、さっきのように油断のない景色はなかった。二人は黙念としばらくの間、互いに目と目を見合わせていた。なんだいお前は信仰じゃないか。彼女は少し落ち着いたように、こう小じきへ声をかけた。小じきはニヤニヤ笑いながら、二三度彼女へ頭を下げた。どうも愛すいません。あんまり振りが強いもんだから、ついお留守へ入り込みましたがね。何格別、空き巣狙いに趣旨を変えたわけでもないんです。驚かせるよ、本当に。いくら空き巣狙いじゃないと言ったって、ずうずうしいにも程があるじゃないか。彼女は傘の雫をキリキリ、腹立たしそうにそう付け加えた。さあ、こっちへ出ておくれよ。私は家へ入るんだから。へえ、出ます。出ろとおっしゃらないでも出ますがね。
姉さんはまだ立ち退かなかったんですかい？立ち退いたのさ。立ち退いたんだけども、そんなことはどうでもいいじゃないか。すると何か忘れ物でもしたんですね。まあこっちへお入んなさい。そこでは雨がかかりますで。彼女はまだ業腹そうに、小じの言葉には返事もせず、水口の板の間へ腰を下ろした。それから流しへ泥足を伸ばすと、ザーザー水をかけ始めた。平然とあぐらをかいた小じは、ひげだらけの顎をさすりながら、じろじろその姿を眺めていた。彼女は色の浅黒い、鼻のあたりにそばかすのある、田舎者らしい小女だった。なりも召使いに相応な手織り木綿の一獲物に、小倉の帯しかしていなかった。が、生き生きした目鼻立ちや肩太りの体つきには、どこか新しい桃や梨を連想させる美しさがあった。この騒ぎの中に取りに帰るのじゃ何か大事なものを忘れたんですね。何ですその忘れ物は。姉さん、おとみさん。信仰はまた尋ね続けた。なんだっていいじゃないか。それよりさっさと出て行っておくれよ。おとみの返事はつっけんどんだった。が、ふと何か思いついたように、信仰の顔を見上げると、真面目にこんなことを尋ね出した。信仰、お前うちのミケを知らないかい？ミケは今ここに。おや、どこへ行きやがっただろう。小じはあたりを見回した。すると猫はいつの間にか棚のすり鉢や鉄鍋の間にちゃんと香箱を作っていた。その姿は信仰と同時にたちまちおとみにも見つかったのであろう。彼女はひしゃくを捨てるのが早いか、小じの存在も忘れたように板の間の上に立ち上がった。そうして晴れ晴れと微笑しながら棚の上の猫を呼ぶようにした。信仰は薄暗い棚の上の猫から不思議そうにおとみへ目を移した。猫ですかい、姉さん、忘れ物というのは。猫じゃ悪いのかい？ミケ、さあ、おいでおいで。信仰は突然笑い出した。その声は雨音の鳴り渡る中にほとんど気味の悪い反響を起こした。と、おとみはもう一度腹立たしさに頬をほてらせながらいきなり信仰に怒鳴りつけた。何がおかしいんだい。うちのおかみさんはミケを忘れてきたって気違いのようになっているんじゃないか。ミケが殺されたらどうしようって泣き通しに泣いているんじゃないか。私もそれがかわいそうだから雨の中をわざわざ帰ってきたんじゃないか。ようござんすよ、もう笑いはしませんよ。信仰はそれでも笑い、おとみの言葉を遮った。もう笑いはしませんがね。まあ考えてごらんなさい。明日にも戦が始まろうというのに、たかが猫の一匹や二匹。これはどう考えたっておかしいのに違いありませんや。お前さんの前だけれども、一体ここのおかみさんくらいわからずやのしみったれはありませんぜ。第一あのみけ子を探しに。おだまりよ。おかみさんの残訴などは聞きたくないよ。おとみはほとんど地団打を踏んだ。が、小じは思いのほか彼女の剣幕には驚かなかった。のみならずしげしげ彼女の姿に無遠慮な視線を注いでいた。実際その時の彼女の姿は野蛮な美しさそのものだった。雨に濡れた着物や湯巻き、それらはどこを眺めてもぴったり肌についているだけ、あらわに肉体を語っていた。しかも一目に処女を感ずる若々しい肉体を語っていた。信仰は彼女に目を据えたなり、やはり笑い声に話し続けた。第一あの三毛子を探しにお前さんをよこすのでも分かっていまさ。ねえ、そうじゃありませんか？今じゃ
もう上の界隈立ち覗かないと家はありませんや。してみれば、町家は待ち並んでいても、人のいない町原と同じことだ。まさか狼も出前けれども、どんな危ない目に遭うかもしれない。と、まず言ったものじゃありませんか。そんな余計な心配をするより、さっさと猫を取っておくれよ。これが、戦でも始まりやしまいし、何が危ないことがあるものかね。冗談言っちゃいけません。若い女の一人歩きが、こういう時に危なくなけりゃ危ないということはありませんや。早い話が、ここにいるのはお前さんと私と二人っきりだ。毎日私が妙な気でも出したら、姉さんお前さんはどうしなさるね。信仰はだんだん冗談だか真面目だかわからない口調になった。しかし、澄んだお富の目には恐怖らしい影さえ見えなかった。ただその頬にはさっきよりも一層血の色がさしたらしかった。なんだい信仰、お前は私を脅かそうっていうのかい。お富は彼女自身を脅かすように一足信仰のそばへ寄った。脅かす脅かすだけならばいいじゃありませんか。肩に金切れ何度くっつけていたって、風の悪い奴らも多い世の中だ。まして私は小じですぜ。脅かすばかりとは限りませんや。もし本当に妙な気を出したら。信仰は残らず言わないうちに、したたか頭を打ちのめされた。お富はいつか彼の前に、大黒傘を振り上げていたのだった。生意気なことをお言いでない。お富はまた、信仰の頭へ力いっぱい傘を打ち下ろした。信仰はとっさに身をかわそうとした。が、傘はその途端に古湯肩の肩を打ち据えていた。この騒ぎに驚いた猫は、鉄鍋を一つ蹴落としながら、後陣の棚へ飛び移った。と同時に後陣の松や油光りのする豆苗皿も信仰の上へ転げ落ちた。信仰はやっと飛び起きる前に、まだ何度もお富の傘に打ちのめされずには済まなかった。こんちきしょう、こんちきしょう。お富は傘を振るい続けた。が、信仰は打たれながらも、とうとう傘をひったくった。のみならず、傘を投げ出すが早いか、猛然とお富に飛びかかった。二人は狭い板の間の上にしばらくの間つかみ合った。この立ち回りの最中に、雨はまた台所の屋根へ凄まじい音を集め出した。光も雨音の高まるのと一緒に、みるみる薄暗さを加えていった。信仰は打たれても引っかかれても、しゃにむにお富をねじ伏せようとした。しかし、何度か子孫じた後、やっと彼女に食いみついたと思うと突然、また弾かれたように水口の方へ飛び去った。この雨。信仰は障子を後ろにしたなり、じっとお富を睨みつけた。いつか髪も壊れたお富は、べったり板の間に座りながら、帯の間に挟んできたらしい、カミソリを逆手に握っていた。それは殺気を帯びてもいれば、同時にまた、妙に生めかしい、いわば後陣の棚の上に、背を高めた猫と似たものだった。二人はちょいと無言のまま、相手の目の内を伺っていった。が、信仰は一瞬の後、わざとらしい霊障を見せると、懐からさっきの短銃を出した。さあ、いくらでもジタバタしてみろ。短銃の先は、おもむろにお富の胸のあたりへ向かった。それでも彼女は悔しそうに信仰の顔を見つめたきり、何とも口を開かなかった。信仰は彼女が騒がないのを見ると、今度は何か思いついたように短銃の先を上に向けた。その先には薄暗い中に琥珀色の猫の目がほのめいていた。いいかいお富さん。信仰は相手をじらすように
笑いを含んだ声を出した。この胆汁がドンと言うと、あの猫が逆さまに転げ落ちるんだ。お前さんにしても同じことだぜ。そらいいかい？引き金は寸前に落ちようとした。信仰。突然、乙女は声を立てた。いけないよ、撃っちゃいけない。信仰は乙女へ目を移した。しかしまだ胆汁の先は三毛猫に狙いを定めていた。いけないのは知れたことだ。撃っちゃかわいそうだよ。三毛だけは助けてやっておくれ。乙女は今までとは打って変わった心配そうな目つきをしながら、心持ち震える唇の間に細かい歯並びを覗かせていた。信仰は半ばあざけるように、また半ばいぶかるように、彼女の顔を眺めたなり、やっと胆汁の先を下げた。と同時に、乙女の顔にはほっとした色が浮かんできた。じゃあ猫は助けてやろう、その代わり。信仰は横平に言い放った。その代わり、お前さんの体を借りるぜ。乙女はちょいと目をそらせた。一瞬間、彼女の心の内には、憎しみ、怒り、嫌悪、悲哀、その他いろいろの感情がごったに燃え立ってきたらしかった。信仰はそういう彼女の変化に注意深い目を配りながら、横歩きに彼女の後ろへ回ると、茶の間の障子を開け放った。茶の間は台所に比べれば、もちろん一層薄暗かったが、立ち退いた後、一畳、取り残した茶箪笥や長火鉢はその中にもはっきり見ることができた。信仰はそこに佇んだまま、かすかに汗ばんでいるらしい乙女の襟元へ目を落とした。すると、それを感じたのか乙女は体をねじるように後ろにいる信仰の顔を見上げた。彼女の顔にはもういつの間にかさっきと少しも変わらない生き生きした色が返っていた。しかし信仰は狼狽したように妙な瞬きを一つしながらいきなりまた猫へ胆汁を向けた。いけないよ、いけないってば。乙女は彼を止めると同時に手の内のカミソリを板の前へ落とした。いけなければあそこへお行きなさいな。信仰は薄笑いを浮かべていた。いけすかない。乙女はいまいましそうにつぶやいた。が、突然立ち上がると、ふてくされた女のするように、さっさと茶の間へ入っていった。信仰は彼女の諦めのいいのに多少驚いた様子だった。雨はもうその時にはずっと音をかすめていた。おまけに雲の間には夕日の光でも差し出したのか、薄暗かった台所もだんだん明るさを加えていった。信仰はその中に佇みながら茶の間の気配に聞き入っていた。小倉の帯の解かれる音、畳の上へ寝たらしい音、それぎり茶の間はシーンとしてしまった。信仰はちょいとためらった後、薄明るい茶の間へ足を入れた。茶の間の真ん中には乙女が一人、袖に顔を覆ったまま、じっと仰向けに横たわっていた。信仰はその姿を見るが早いか、逃げるように台所へ引き返した。彼の顔には形容のできない妙な症状がみなぎっていた。それは嫌悪のようにも見えれば、恥じたようにも見える色だった。彼は板の間へ出たと思うと、まだ茶の間へ背を向けたなり、突然苦しそうに笑い出した。冗談だ、乙女さん。冗談だよ。もうこっちへ出てきておくんなさい。何分かの後、懐に猫を入れた乙女は、もう傘を片手にしながら、やれむしろを敷いた信仰と気軽に何か話していた。姉さん、私は少しお前さんに聞きたいことがあるんですがね。信仰は
まだ間が悪そうにお富の顔を見ないようにしていた。何をさ。何をってこともないんですがね。まあ、肌身を任せるといえば、女の一生じゃ大変なことだ。それをお富さん、お前さんは、その猫の命とかけがえに、こいつはどうも、お前さんにしちゃ乱暴すぎるじゃありませんか。信仰はちょいと口をすぐんだ。が、お富は微笑んだぎり、懐の猫をいたわっていた。そんなにその猫が可愛いんですかい。そりゃあ見ても可愛いしね。お富は煮え切らない返事をした。それともまたお前さんは、近所でも商売の主人思いだ。ミケが殺されたとなった日には、この家の神さんに申し訳がない。という心配でもあったんですかい。ああ、ミケも可愛いしね。おかみさんも大事は違いないよ。けれどもただ私はね。お富は小首を傾けながら遠いところでも見るような目をした。何と言えばいいんだろう。ただあの時はああしないとなんだかすまない気がしたのさ。さらにまた何分かの後、一人になった信仰は、古湯肩の膝を抱いたままぼんやり台所に座っていた。母食はまばらな雨の音の中にだんだんここへも迫ってきた。引き窓の網、流し元の水がめ、そんなものも一つずつ見えなくなった。と思うと上野の鐘が一所ずつ雨雲にこもりながら重苦しい音を広げ始めた。信仰はその音に驚いたようにひっそりしたあたりを見回した。それから手探りに流し元へ降りると、ひさくになみなみと水を汲んだ。村上新三郎、源重光。今日だけは一本やられたな。彼はそうつぶやきざま、うまそうに黄昏の水を飲んだ。明治23年3月26日、お富は夫や3人の子供と上野の広小路を歩いていた。その日はちょうど竹の台に第3回内国博覧会の開会式が催される当日だった。おまけに桜も黒門のあたりはもう大抵開いていた。だから広小路の人通りはほとんど押し返さないばかりだった。そこへ上野の方からは開会式の帰りらしい馬車や人力車の行列がしっきりなしに流れてきた。前田正名、田口幸一、渋沢栄一、辻真二、岡倉角蔵、下條正夫。その馬車や人力車の客にはそういう人々も混じっていた。5つになる次男を抱いた夫は、たもとに長男をすがらせたまま、目まぐるしい往来の人通りをよけよけ、時々ちょいと心配そうに後ろのお富を振り返った。お富は長女の手を引きながら、その度に晴れやかな微笑みを見せた。もちろん20年の歳月は彼女にも老いをもたらしていた。しかし目の内に咲いた光は昔とあまり変わらなかった。彼女は明治4、5年頃に古川や正兵衛の甥にあたる今の夫と結婚した。夫はその頃は横浜に、今は銀座の何丁目かに小さい時計屋の店を出していた。お富はふと目を上げた。その時ちょうど差し掛かった二頭立ちの馬車の中には信仰が悠々と座っていた。信仰が。もっとも今の信仰の体はダチョウの羽の前立てだの、いかめしい金モールの飾りをだの、大小いくつかの勲章だの、いろいろの名誉の表彰に渦まっているようなものだった。しかし、半白の髭の間にこちらを見ている赤ら顔は、往年の小じきに違いなかった。お富は思わず足を緩めたが、
不思議にも驚かなかった。信仰はただの小じではない。そんなことはなぜかわかっていた。顔のせいか言葉のせいか、それとも持っていた単純のせいか。とにかくわかってはいたのだった。おとみは眉も動かさずにじっと信仰の顔を眺めた。信仰も恋か偶然か彼女の顔を見守っていた。20年以前の雨の日の記憶は、この瞬間、おとみの心に切ないほどはっきり浮かんできた。彼女はあの日、無分別にも一匹の猫を救うために信仰に体を任そうとしていた。その動機は何だったか。彼女はそれを知らなかった。信仰はまたそういう羽目にも彼女が投げ出した体には指さえ触れることを演じなかった。その動機は何だったか。それも彼女は知らなかった。が、知らないのにもかかわらず、それらは皆おとみには当然すぎるほど当然だった。彼女は馬車とすれ違いながら何か心の伸びるような気がした。信仰の馬車の通り過ぎたとき、夫は人混みの間からまたおとみを振り返った。彼女はやはりその顔を見ると何事もないように微笑んでみせた。生き生きと嬉しそうに。